もです。今回はですね、2023年8月19日に過労で気絶し背骨が4本折れ、身長が 1.5 センチ縮んで5年間の記憶をなくした男マサルがついに帰ってきました。もう俺は素潜りができる体力に戻ったということで、今日は8ヶ月ぶりにガチの素潜りに行ってこようと思います。狙うは拳目ということで、早速行きましょう。では行ってきます。というわけで8ヶ月ぶりの素潜り漁で、今カメラがグワングワンしてるでしょ。これね、波がねすごい高いんですよ。なぜか魚はね、流れが速い場所か荒れてる場所に多いんですよね。さて今日はブダイがいるポイントにやってきました。拳目がいればラッキーかなーっていう感じですね。このポイントのブダイは岩の下に寝てるんで、潜ってみないといるかわかんないんですよね。ちなみにこの日は3回潜ったら1回出会えるっていうような、そんな感じでしたね。こんな感じで岩のくぼみをくまなく探していきます。ちょこちょこね真っ暗になるんですけど、あんまりね明るくすると魚が逃げてしまいますから。いました。こいつは長ブダイ、完全に寝ている。ヒット。こちらは2キロぐらいの長ブダイ。撮影日が3月で送別会シーズンだったんで、結構高値で売れました。ラッキー。なんか俺のチャンネル見てるとさ、感覚バグるけど2キロの魚ってでかいよね。で、取れた魚はサメに食べられないように専用のカゴに入れていきます。サメとか大丈夫なのってみんな聞いてくるんですけど、水深15メーターぐらいのところにね、結構イタチザメとかは来ないですね。さて潜行開始で、結構ね普通に病み上がりなんで、息が1分ぐらいしか持たなくて、それがね結構ねきつかったですね。やっぱ海底をねくまなく散策しなきゃいけない漁法なんで、潜れる時間が長ければ長い方が魚が取れる可能性が高くなりますからね。で、息が持たずここで浮上することに。マサル視点を見ていきましょう。浮上間際にいた。ヒット。映ってなくて申し訳ないんですけど、もうこれは本当にね打つか迷った。息がねマジで限界でした。なんで水深2メーターで寝てるのよ。こちらも長ブダイですね。先ほどより大きい 2.1 キロでした。脳天締めをしていきます。さて息を整え、次の魚を探していきましょう。で、この時点で結構海が荒れ出してきました。シュノーケルに水がバシャバシャ入ってくるんで、まともに呼吸ができなくて息が全然整わなくなってきました。ちょっと暗くて申し訳ないんですけど、海底で魚を探してるところ、何か見つけた模様。海底で水中銃の威力を弱くしています。通常6メーター先の魚を仕留める仕様になっているので、普通に撃ってしまうと岩にめり込み、人力では抜けなくなります。さて魚は何がいたのでしょうか。いました。これはゴマモンガラの尻尾ではないでしょうか。こいつの皮膚は鋼鉄。エラを狙って致命傷を与えに行きます。ヒット。ヒットしたが何やら様子がおかしいですね。逆にシャフトを弱くしすぎて魚に貫通していませんでした。にしても皮が鋼鉄すぎる。しかしまだ諦めるわけにはいきません。エラの動脈に当たったのは確かに確認しました。大量出血で動けない状況にはなっているはず。見つけさえすれば取れます。さてどこにいる。どこの穴に隠れたんだ。浅い見つけられる穴にいてくれ。頼む。よし、いた。ヒットするも刺さりきらない。どんだけ頑丈な皮をしてんだこいつ。もう素手で取ってしまおう。ちなみにこいつの抗菌力は最強クラス。下手をすれば指を食いちぎられます。だがここで逃げられてしまう。なんてしぶとい魚なんだ。ここで捕獲開始からだいたい20分が経過しています。ここまで派手に暴れていると、さすがにサメなどの肉食魚が寄ってきます。急がねば。まだ呼吸も整ってないですが、とりあえず回収だけはしたい。
すでにサメが近づいてきています。お前なんかにくれてやるか。いました。さすがに力尽きてますね。ゲット。血につられて霞味も寄ってきてますね。さて今回取れたお魚はキヘリモンガラ。マサル自身ね初めて取りました。初めて取る魚ってどんな動きするかわからないんで結構ね苦戦するんですよね。脳天締めをしていきます。ここでまさかとてつもない化け物に遭遇することに。通常は警戒心が強くその姿を見ることすらできない巨大アオリイカです。ヒット。これが本当にアオリイカなのか。でかすぎるだろう。水中銃のラインを手繰り寄せて締めにかかります。ただこのサイズのアオリイカ噛まれたらただごとでは済まないでしょう。どうやって締めるんだこんな化け物。めっちゃ怖かったんだけど。でむちゃくちゃ力が強いです。全然閉まんない。どこ持てばいいんだこいつ。もう辺りは墨まみれ。マサルの姿が見えないぐらいです。とここで目の辺は持っても安全ということに気づきました。持ち場所さえ分かればあとはこっちのもんです。締めていきましょう。いやーでも何回見てもアオリイカの締まる瞬間って気持ちいいですよね。真っ白になりますからね。ということでまさかの巨大アオリイカゲットです。拳目を狙っていましたがこっちの方がもう全然奇跡。初めて見ました。これ手盛りだったら取れなかったね。水中銃で本当に良かった。さてアオリイカが取れましたが今回の目的は何といっても拳目。正直疲労で限界近いですが探していきます。そしてここで奇跡が。いました拳目。これは相当でかい。もう現場はパニックですよ。カメラマンをもう急いで呼んで、逃げるな逃げるなって思いながら今待ってるところです。光を当てるとね逃げちゃうんでちょっと今暗いんですけどちょっと皆さん少し我慢してください。さて潜行開始。ヒット。目と目の間の脳を狙ったのですが当たったのは甲羅部分。シャフトは貫通しきっていません。すぐに外れるでしょう。ここは勝負に出る。ナイフで一発で締めにかかる。もう外してしまうともうこうなったら完全に肉弾戦です。シャフトはすぐ外れるのでイカを離してしまえばゲームオーバー。全ての筋肉を総動員しイカの力を抑え込みながら締めていきます。目と目の間の脳を潰す。でかすぎてどこに脳があるのかよくわからない。なかなか締まらない。イカには骨がなくほぼ全てが筋肉でできています。こいつを抑え込むのは骨が折れます。俺には骨があるからなあ言うてますけども。でここで足の半分だけ締まってますね。だいぶ弱ってきています。さすが世界最大のスミイカと言われるだけはあります。マサルが見えなくなってしまいました。イカはどうなったのか。どうやらうまくゲットできたようです。よっしゃーやったねーかぶすげー。でかすぎてカメラからフレームアウトしていますね。でかすぎでしょほんとこいつ。というわけで目的の拳目も取れ体力も限界ということで船に戻ることにしました。はい、というわけでちゃんとね荒れてる海にね素潜りしてきたんですけども、なんとこちら見てください。でかすぎる。ちょっとね体力なくてすぐ上がっちゃったんでね魚少ないですけども、この長ブダイとそしてまだ細胞は生きてますね。うまそう。こんなアオリイカいるんや島に。そしてそれをはるかに回る拳目
でかすぎる。はい、というわけで次の日でございます。キッチンに戻ってまいりました。いやー、疲労がすごい。だいたいね、昆布締めが1週間、アオリイカが1週間、モンガラが3日ぐらいの賞味期限なんでね、今日はね、俺の大好きな昆布締めをさばいていこうかなと思います。ということで早速観察していきましょう。これ袋に入れてるんですけど、なんかね、昆布締めは氷に当てるとね、なんか白くなるんですよね。なんでなるべく昆布締めの色を皆さんに見せたいなと思い、袋に入れておりますと。さて、昆布締めが出てきますと、でかすぎだろ。これイカですからね、でかいでしょう。この昆布締め多分ね、俺のね最大記録を越してる。 6.8 が絶対超えてると思う。なんでちょっと測ってみようと思うんですけど、でちなみにですね、昆布締めは最大でだいたい15キロぐらいまでなります。15キロまでなるイカってどんな期間かけて15キロになってるんやろうってさ、何歳なんやろうなとか思うじゃないですか。イカって基本的に寿命が1年ぐらいしかなくて、昆布締め自体も最大2年ぐらいって言われてます。だからこいつ2歳です。赤ちゃんですね。ということで、この赤ちゃんの体重を測っていきましょうか。さて測っていきましょうか。お盆の重さはだいたい 700g ぐらいですね。重てえな。よいしょ。わお、ジャスト10キロですね。やばい、10キロ超えてる。しかも 3.2 キロも記録を更新しました。ちょっとこれをなんかモンハンの最大記録みたいな、なんか金冠みたいなのつかないかな。ちょっと嬉しいな、10キロは。途中で水中銃抜けて閉まってないのにこうやって抱きついて、こうやってもうやばかったからね。こいつのせいで今めちゃめちゃ疲れてるもんね。観察をしましょう。これが全体図ですね。世界最大のコウイカと言われています。普段見るコウイカはね、多分ね、大きくても2キロとかそんぐらいなんですけど、こいつはめちゃめちゃでかいです。でこれが触腕って言って、普段は隠したって獲物を取る時に使う足なんですけども、これ見てください。吸盤一つ一つにですね、ほらこういう歯がついてるんですよ。小魚なんてね、こんなんつけられたらさすがにやっぱ逃れられないよね。昆布締めはですね、ここにでっかい口があるんですけども、この周りの8本の足もですね、しっかりと全部にこの歯がついております。この鳥のくちばしのようなね、このいかついくちばしなんですけど、これね、取るときにね、噛もうとしてくるんですけど、これ噛まれたらね、腕の肉えぐられるんで、本当にね、危ないんですよね。水中映像楽しそうだなーってみんな見てると思うけど、もうこっちはガチでやってるからね。コウイカの最大種っていうことだけあって、めちゃめちゃでっかいコウが入ってます。なんで沖縄とか、まあこっちの昆布締めがいる海域ではですね、このコウがね、いっぱい海岸に打ち上がってることがあるんですよ。そしてこの糸、ちょっと縛ってるんですけども、これはですね、墨袋を縛ってます。これ縛ってないとね、勝手に墨がね出てきて、もう真っ黒になります。というわけで早速さばいていきましょう。ここに甲が入っていますんで、ちょっと入り口を作りましょうか。ほら、甲が見えてきましたね。目と目の間に当たると閉まるんで、ここをね狙ったんですけど、久しぶりすぎてどこに当たったんだ？ここに当たってますね。むちゃくちゃ下手くそやん。でも水中銃は貫通しないぐらいこれね、頑丈に硬いんですよ。そしたら甲を取り出していきましょう。結構ね硬いんですよ、この皮も。で簡単です。こうやったら甲が取れます。ほら、水中銃が当たった後ですね。若干ここ傷ついてるんですけど、これだったらね全く致命傷にはなってないですね。ではここの中に内臓が入ってるんで、この中を開けていきましょう。それでは内臓を取っていきましょう。おお、立派な肝ですね。頭切ろうかな。邪魔だ。これは立派な肝ですね。はい、まずは肝が取れました。で、昆布締めもイカなんで、イカの塩辛をね作ることができるんですけども、24時間以上経ってしまってるんで、これはねちょっともう匂いが出て使えないです。もし塩辛を作るときは取れてその日中ぐらいがいいですね。さてお次は墨袋を割らずに取りたい。墨袋を割ってしまうとやばいです。昆布締めの墨の量はほんといかついんで、25メートルプールとかだったら多分真っ黒にできると思う。見てください、これ昆布締めの卵ですね。産卵中だったのかな。本当はもっといっぱいあるんですけど、少ししかないですね。そしてなぜか白子もあります。こいつオスでありメスであるな。
結構ね魚とかねオスになったりメスになったりね頻繁に繰り返したりとか、大人になったらオスになる種類とかいっぱいいて、人間はねたまたまね生まれてから死ぬまで性別が変わるっていうことがないんですけど、これ白子でしょ。ちょっと切ってみよう、白子かどうか。どう見ても白子やろこれ。 100% 白子ですね。最近ジェンダー問題が言われてますけど、こいつオスでありメスであるからな。人間だったら心が男で体が女とかなんかそういうのが起きちゃいますけど、体が男でもあり女でもあるこいつはどんな性格やったんやろうね。気になるな。こいつの清掃を食べてやりましょう。今日料理する気なかったんだけど一旦茹でよう。着火。一応料理酒入れておきましょう。はい、ではこのねちっちゃいぶどうみたいな卵と、多分これ清掃だと思うんだけど、間違ってたらごめんなさい。僕あんまイカには詳しくないんで。茹でまーす。うわ、卵柔らかいな。よし。はい、では完成ですね。普通に美味しそう。そして卵はおはじきみたいになりました。卵は初日だったら生で食ってたのにな。さてどんな味なんでしょうね。熱そう。むちゃくちゃうまいぞこれ。白子の味なのにイカの風味がある。じゃあ卵も食べてみます。食感はぬっちゃぬちゃの鼻くそで、味は腐りかけの茹ですぎた鶏の卵って感じ。最悪な味です。でもこのイカの清掃に関しては居酒屋で出されてもちょっとこれ何うまいなってなるぐらいうまいです。あ、やべえ、墨袋を切ってしまいました。ただいまピンチが発生しております。卵巣も発見しました。ほら、ぶどうみたいな、デラベアを剥いたみたいな形をしております。こいつの炭マジで本当にさっきの冗談抜きで 25m プールを全部を真っ黒の墨汁ぐらいにするぐらい真っ黒なんで、もう傷つけたくない。絶対に傷つけちゃいけない。くそでけえから場所が分かりづらい。やばい。なんとかなったな。でこれが最後の期間ですね。エラ、ここにもエラがついておりますと、あと結構産卵期だったんで卵がいっぱい入ってますね。で今から拳目の炭のヤバさを皆さんに見せます。ここにですね15リッターから20リッターの綺麗な水を用意しました。で皆さんここまで見てきて、俺と戦ってる時意味わからんぐらい炭の量出してたじゃないですか。船の上で持ち上げてまた意味わからんぐらい炭の量出してたじゃないですか。まだこんなにあります。いきますよ皆さんに。炭袋をぶち壊します。今切った包丁はこれですからね。墨汁より濃いんじゃないか。で世の中ですね透明度っていう指標があります。水辺で透明度 1m だったら、1m 先が見えますと。沖永良部島だったら20から 30m ぐらい、 30m 先のものが見えますみたいな、すごい透明ですねみたいな感じなんですけども、これ透明度 1cm もないと思いますよ。見てみてくださいね皆さん。この指が見えなくなるまでが透明度です。はい、透明度 5mm ぐらいですね。やばい。それでは実験としてこのキッチンペーパーここにつけたらどうなるのか見てみましょう。もうやばいですね。ちなみにこの炭もですね旨味成分があると言われてて、イカ炭パスタや炭汁、これもね鮮度良くないとねダメなんで、もう24時間以上経ってるんで臭いんで使用しません。はい、そしたらですね内臓がきれいに取れまして胴体の部分になりました。であとはちょっとこの辺のねいびつな部分を取っていきましょう。でこのいびつな部分もですねこういうちょっとね硬い軟骨とか言ってるんですけど、軟骨もね唐揚げとかすれば食べれるんで、これね全部食べれます。さてあとはですねこの背中側に残ってる皮を切り落とせば終わりですね。ただちょっとねやりづらいんで、この端っこの部分と端っこの部分と端っこの部分を一旦切っておきましょう。でこれも後で唐揚げとか使えますから。残りはこれをひたすら包丁で剥いでいくと。ちっちゃいやつだったら手でバリバリ剥げるんですけども、10キロクラスになるとねバリバリもねいかないんですよね。なんで包丁でね頑張ってゆっくりと。バリバリいきだしたわ。はい、これで取れました。この姿になると皆さん見たことがあるようなねイカの形になります。でこっからがですね大変です。これね表面の筋を取っていかなきゃいけないんですよ。最初ねどこまで剥いでいいか分かんなくてめちゃくちゃ苦戦したんですけど、もう拳をさばくの4匹目ぐらいですからね。よいしょ。
ちょっと残っちゃいましたね。これ剥いでいこう。こんな大雑把な男が繊細な作業をしております。せっかくね命を奪ったのであれば美味しく食べたいっていう思いはありますからね。でイカってさ、なぜかここに軟骨がありますよね。可愛いですよね。さてこっちも筋取りを、もう皆さん筋取りの映像なんてもういいんじゃないかなって思ってると思うんですけども、しっかりと筋取りをしていきますよ。裏側の筋はそんながっつり筋、硬い筋って感じではないんだね。表の筋はバチバチに硬いけど。はい、ということで胴体の部分の処理が完成ですね。この状態で乾燥されたイカとかね見たことあるんじゃないでしょうか。ちょっと俺と比べてみましょう。でこれ分厚さがねすごいのよ。1.5 センチから分厚いところだと 2.5 センチぐらいありそうですね。じゃあ次行きましょう。こちらさっきを切り落としたエンペラなんですけども、これね正直な話、拳身のエンペラはマジでうまいです。ここにね軟骨が入ってるんですけども、軟骨ごと唐揚げにした時とてつもなく美味しいです。皮はねパワープレイです。パワープレイですよ。で裏側も皮があります。こんぐらい入れば大丈夫ですね。これを唐揚げにするとめちゃくちゃ美味しいんですよ。はい、これでエンペラの下処理が完成です。よし、次行きましょう。胴体部分、こちらをね処理していきましょう。はい、次は胴体ですね。イカの墨吐くところってみんなねここにね書くと思うんですけど、イカのね墨吐くとここないです。イカの墨吐くところはですねここですね。反対側にあります。ここはねロートって言って、もちろん墨吐く場所でもあるんですけども、基本的には移動用のもので、ポンプみたいにバッと水を吸ってそれを勢いよく噴射することでイカって進んでるんですよね。なんでここ実はねこれイカの口と思われてる場所、これ実は口ではありません。ロートと言います。でイカの口はですね先ほども申したようにここです。ぐっろい口をしております。でこれカラストンビって言ってですね、カラスの口みたいな形をしてるんで、珍味としてこの周りの部分とかも食べられたりしてるんですけど、そんな美味しいなとは思いませんでした。では頭を割っていきましょう。これ頭割りますとこれがカラストンビですね。獲物の筋肉をこうやってえぐり取ったり、また硬いものもバリバリ噛み砕いたりするぐらい噛む筋肉があるんで、この筋肉の部位をね食べることができます。で目玉はですねこう目玉あるんですけど、これはね食べれません。残念ながらここはね食べれない部分です。でこっからが大変なんですね。こっから1本ずつに足をねばらしていきましょうか。1本ずつにばらしていく。はい、2本。こっからは早送りでいいんじゃないでしょうか。同じことの繰り返しです。はい、そしてこっからが鬼門です。触手からね全ての刃を外していきます。冷凍して解凍してから取った方がね楽なんですけども、人に配るんでね綺麗に取っといてあげましょう。はい、やっていきましょう。触腕と普通の足の違いなんですけども、これが触腕、いわゆる触腕といわれる足です。すごい長いですね。交尾にもね使われるようで、普通のイカと感触がね全く違います。すごいね柔らかい食感をしています。普通のゲソの方はですねすごい結構硬くて、唐揚げにするとタコの唐揚げぐらいね食感があります。ゲソから葉をひたすら取っていきましょう。こうやってやりますとほら歯が取れます。パワープレイですね。ほぼ歯が取れましたね。こんな感じです。で最初はこういう感じ、一個一個ねこうやって歯があるんですけども、こうやってちょっとね手が痛いですけど細いでやると取れますね。だいたい全部取れてますよね。ちゃんと手は痛いです。はい、ようやく下処理が終わりました。こちらです。まずはゲソ、そして胴体とエンペラ、あとはイカの変な形のね雑多な部分があるんですけど、この辺もね細かく切って唐揚げにすると美味しいんですよ。では本日何の料理をしていきますかと言いますと、昆布締めで昆布締めを作っていこうかなと。ただのダジャレです。はい、意外とイカと昆布ね合う可能性がありますからね。そしてもう一品ゲソとエンペラの唐揚げを作っていこうと思います。じゃあまず縦割りにしていきましょう。刺身サイズならばこうですね。
んじゃないかな。でもここだけねちょっとコブついてるんであんまり刺身が綺麗に取れないんで、刺身をちょっとねどんな感じで取るのか見せてみましょう。でもこんな感じで盛りますと、まあ、結構綺麗ですよね。ちょっともう今日めっちゃ働いたしめっちゃ動いてるんで、これ普通に食べます。こんぐらいでいいか。10分の1の身をちょっと切っただけでこんなにありますからね。せっかく昆布締めにするんで前の状態を食べておきましょう。マサルの黒糖醤油、イカみたいなね淡白な味にはめちゃめちゃ合います。いただきます。めちゃめちゃうめえな。さて昆布締めをやっていくんですけども、ちょっとね昆布がねあんまりなくて、これ一柵ぐらいしかできないね。一柵こんぐらいしかできないな。ドン。はい、いやいける。昆布締めバーガーや。オッケーで、料理酒でちょっとこの辺を濡らしておきましょう。まあ雑でいいですよ。ラップでくるんでいきます。なるべく空気を抜いて。ただまあイカってねそんなに魚ほどね酸化しないんで、あんまり空気抜かなくてもいいのかもしれない。知らないけど。よいしょ。オッケー。ではですね、この昆布締めを半日寝かして唐揚げにしていきましょう。ということで半日後、はい、というわけで半日経過しました。こちらが昆布締めの昆布締めでございます。ではとりあえずですね、昆布締めを開けていきましょうか。これ挟んだ時はねパリッパリな状態でしたけども、昆布がねイカの水分をね吸い込むんですよ。で昆布が湿っております。昆布締めはですね、もともと水っぽいイカじゃないんで、水分を抜いたらどうなるのかといったところですが、どうでしょうね。いい感じかもしれない。これ意外といいぞ。なんなら刺身の状態の薄さにしてからやってもよかったかも。はい、そしたら昆布締めの昆布締めは食べる直前に切るとして唐揚げの準備をしていきましょう。昆布締めの面白いところはですね、こんなさでかい10キロのイカ1日で食べきるの不可能じゃないですか。大食いの人でも食べれないんじゃないぐらいのサイズじゃないですか。しかも硬いし顎の筋肉めっちゃ使うし、多分不可能なんじゃないかなと思うんですけど、このイカはですね、島では半年ぐらい冷凍した状態が一番美味しいってね言われてるんですよ。酵素って凍ったら働かなくなるイメージがあると思うんですけども、0度以下でもですね働く酵素っていうものがありまして、何かしらのタンパク質が何かしらの旨味成分に変わってる可能性が高いですよね。こんなこと誰も研究しないですよね。ということで東京海大学の皆さん、誰か研究して。魚介類って基本的に冷凍したら味が落ちるって言われてるんですけど、昆布締めは違うと。昆布締めは冷凍した方がうまくなると言われてるんですね。ということで今から唐揚げ作り兼全てを一口サイズに切ろうと思います。さてやっていきましょうか。ちなみにですね、このイカはめちゃめちゃ脂質が少なくて、ほとんどねタンパク質でできてるんで減量にめちゃめちゃ最適です。マサルは今年夏体バキバキに仕上げようと思ってますんで、イカで私ダイエットしようと思ってます。なんかボディービルダーの人ってささみとか食べてるんですけども、イカとかタコもね減量にめっちゃいいですから。脂質 1g 以下ですよ、 100g あたり。唐揚げにしたら太るんですけども、刺身とか茹でて食べる分には太らない。でなんでこのイカとかタコでダイエットしないかって言いますと、シンプルに高いからですよね。これね自分で取ったから0円ですけども、普通に買ったらねまあまあな値段しますからね。そしてエンペラはねこうですね。はい、見てくださいこの量。胴体はもう冷凍したんで、ゲソとエンペラとあと端材だけでこの量ですよ。3キロぐらいあるな。1日 200g 食べるんだったら15日分ありますね。ありがたいよこれは。さて、では今日食べる分を唐揚げにしていきましょう。これ多分3人前ぐらいありますよ、これだけでも。で今日めちゃめちゃ味が濃いのを食べたいので、まず醤油、そしてニンニク、料理酒。はい、これでうまいが確定しました。じゃあこれね30分から1時間ぐらい漬け込んでいきましょう。はい、それでは1時間ほど経過しました。これ汁を捨てまして、はい、それでは片栗粉を入れていきます。着火セット。では油を入れていきましょ
はい、それでは唐揚げを入れていきましょう。なんか跳ねそうだ、怖い。めっちゃ美味しそうじゃん。はい、それでは唐揚げを盛り付けていきましょう。唐揚げ完成。それではようやく昆布締めですね。昆布締め丁寧に持っていきましょう。はい、ということで昆布締めの完成です。はい、ということで完成しました。いただきます。僕、島の中でね、一番好きな魚介類かもしれない。土ホタルがね、一番美味しいとか言ってますけども、やっぱね、上品な味なんですよね。もうシンプルに一番好き。うわ、楽しみやな。せっかく昆布のね、繊細な味を入れたんで、まずは味なしでいきましょう。表面しか昆布ついてないんでね、そんなにね、昆布の味はしてないんじゃないかと思うんですけども、2、3時間とかの昆布締めのところ、12時間やってますからね。どうでしょう。いただきます。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。100点です。はい。基本的にはですね、魚もイカも動物も全部一緒なんですけども、死後だんだんタンパク質が分解されていって筋繊維とかも分解されていくんで、だんだん柔らかくなっていくんですけども、昨日よりね柔らかくてねっとりした食感になってますね。昨日はね、もうほんとね、ザクザクって感じ、イカではないような食感だったんですけども、これ醤油とかなしでも全然いけるな。これ握りにしたら絶対にうまい。醤油はね、関西系の醤油が合いそうですね。九州系の甘い醤油よりもだし醤油みたいなさ、さっぱりしたあの醤油で食べるか、握りにしてその醤油で食べたりしたら、これむちゃくちゃうまいですよ。正直塩つけなくてもうまいからね、ちょっと塩つけてみよう。いただきます。うわ、うまいな。ちょっと待って、マサル美味しすぎて感動してます。うまい。これはうまいな。星5つ差し上げましょう。拳締めナイス。これうまいな。ちょっとやばいわ。うますぎだろ。うめえ。これ東京なら1貫800円から1000円取れるな。そんぐらいうまいぞ。じゃあ唐揚げいきましょう。いただきます。そんな見たくないか、唐揚げなんてね。もうね、居酒屋行ってメニューでね、タコの唐揚げ見つけたら大体頼むんですけど、タコの唐揚げの上位互換来たな。ゲソはゲソで、タコの足みたいな味がして美味しいんですけど、軟骨は軟骨でね、この食感がまたたまらんわけよ。うますぎる。はい、それではごちそうさまでした。いやー、やっぱね、昆布締めめちゃくちゃうまいですね。そして素潜りもね、ちょっとね、万全かって言われたらね、まだ全然万全ではないんですけど、やっとですよ、8ヶ月ぶりぐらいにね、まともに素潜りがねできるようになってね、本当に嬉しい。最初倒れた時はですね、もう2年はまともに生活できないですよと言われて、どうしようかなって思ったんですけども、やっとここまで来ました。めちゃめちゃ食事管理とリハビリだったりとか、結構ね、いろいろね頑張ってきたんでね、実を結んでよかったです。それはさておきですね、今回ね撮りましたアオリイカとキヘリモンガラもね動画にしますんでね、その2つは水中映像2回見ることになると思うんですけども、そちらも楽しみにしといてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。